Today, we sit down with traditional Japanese tattooer Horicho II of the legendary Asakusa, Tokyo-based Horicho family. We get to learn about his upbringings in the tattooing world, his composition style, we get to ask him a bunch of questions, and we also get to walk through some of his exemplary tattoos. This interview is pretty special because Horicho used to operate in the traditional secrecy of the Japanese tattooing world, and it wasn't until 2023 when he opened an Instagram account and I reached out. I was like, hey, I love your work. I would love to get a back piece done by you. And by the way, I would also love to interview you. Fast forward to 2024, my back piece is almost done, and here's the interview. So without any further ado, let's just get to it. Enjoy the interview. 最初は背中半分ぐらい上にワンポイントを先生のお弟子さんに入れに行ってて、待ってる間資料を見てるんですよ。でそこで先生の作品がいっぱいバーッ飾ってあって、そんで何回か通ってるうちにちょっとここの上彫りは自分が見てたヤクザとかも入れ墨となんか違く、なんか粋な感じの、何がいいかわかんないけど粋な感じだなぁと思った。で通ってるうちにその資料室でいっぱい見に来るようになって、で自分にも彫りたかったけど、やっぱり彫る側もうその人しか彫れない、代わりのいない職人だと思ったから、彫り物を彫る人になろう、彫り師になろうと思ったんだけど、じゃあ今度どうやって弟子になろうかと。で、弟子は取らないっていう噂を聞いてたから、どうにか先生に会わなきゃということで、じゃあ背中に彫ってもらうっつって予約を取って、最初お客さんのふりをして、でその後実は弟子になりたいんだという。そしてその時も多分断られて返されるなったんだけど、すんなりじゃあ持ってきなっつって、そのうち辞めるだろうと思ったみたいで、その時後で聞いたらそれから始まりですね。だからその頃日本はワンポイントタトゥーとかアメリカンタトゥーとかも入ってきてて、彫り師もいたんだけど、全然そっちには興味がなくて、日本の彫り物っつったらもうみんなが知ってるように和彫りっていう言葉で今は浸透しているけど、その彫り物しかないので、もう手彫りも当たり前だし、だからもうタトゥーアーティストにはもうさらさらなる気はない。もう手彫りのがもう彫り物だと思ってるので、自然に手彫りでしたね、始めたきっかけは。で弟子になってからは自分が彫りに先生に彫ってもらいに行くときに絵を持って、最初は彫ってもらった後に10分ぐらい早く終わらして、その後に片付けも一緒にやって、絵をチェックしてもらって、そんでだいたい彫った時だけだったんだけど、その後は月に1回、まだその頃は横浜から通っていて、でそのうちにもうこんなのじゃダメだっていうことで浅草に住み始めて、もう呼ばれたらすぐ行けるように近くに家を借りて、でそれからじゃあ来ていいよってなって、そんでだいたい最初は掃除ばかりでしたね。で掃除してる間に布団を引いたり水汲んだりで、道具は絶対触らせてもらえない。でも他の職人さんたちもそんな若造小僧も道具は触らせないですから、遠くから見てどのようにやってるか、先生が次に何をするかを考えて
先回りできるようにして、先生のサポートを一生懸命覚えて、そうするとやっと、じゃあこれやっとけ、あれやっとけってなって、で、あとは、お客さんが来たらお客さんを迎え入れて、で、次、呼ばれるまではずっと絵を描いて、その時だから自分に彫る練習もまださせてもらえない。いろんな人に彫って犠牲者を出してしまうから、先生はある程度絵ができるまでは、マシンすら触らせてもらえなく、で、そんな日をずーっとやって、そんで次に針の作り方とかを教えてもらうんだけど、OK が出るまではずーっと自分で作って、OK が出たらやっと先生が使ってくれるという。で、今みたいにこうジグとかがあるわけではないから、昔は糊とか和紙とか、ろうそく垂らしたりとか、今流行ってるようなやり方でみんなやってるけど、それが本当に昔の当たり前であって、そうすると今度、こうのみにつけてもよくなって、自分がセットしたのをやっと先生が使ってくれると嬉しかったので、それからどんどん先生が仕事をしてる間、裏でパンツ一丁で自分でやるようになって、呼ばれると行かなきゃいけないからパンツのまま、お客さんに行って、そんな感じでしたね。でも全然もう、先生がトイレとか休憩してる間に絵をチェックしてくれるだけで、弟子になったら逆に何も教えてくれないです。もう自分で見て覚えろっていうのが、他の職人さんもそうなんだけど、日本のスタイルなので、だから、近くに用があるふりして、こう、仕事を覗いて、同じ空間には入れないので、そういうことを毎日やって、常に目に焼き付けていました。手彫りと機械の違いっていうと、まずは、マシンだと表面の上をペイントしてるって感じ。手彫りはこの皮膚の中まで入る。大げさに言うと中まで入るので、10年、20年経った時に、体の中でこうにじみ出て、体の一部になる感じがするかな。マシンは、どうしても、今はインクがすごい発色がいいから、結構長持ちするけど、まあなんか色あせていくというか、外に貼ってあるステッカーみたいに日光をずっとさらしてると、プリントが薄くなるみたいなイメージですね。その点、手彫りだと、まあ、悪く言えば滲んで汚くなるっていうけども、まあそれがまた年齢とともにこう劣っていくいい感じになると思うんですけど、んで自分の場合はなぜ総手彫りじゃなくラインは機械なのかってやっぱり丸とか細かいところもマシンの方が早いし、とりあえず綺麗に彫れるんで、まあ一番最初の本当細いラインだけは、まあそれも大幅な感じなんですけど、私は機械にしてます。で、中くらいの線と太い線は、そこから手彫りがスタートしますね。太いラインをマシンでやってしまうと、やっぱりまたタッチが変わってしまうので、やっぱりもう一番細い線だけは機械ですね。それでもうカラー、潰し、ぼかしは手彫りです。大幅に言うと、まあみんなが知ってるように、控え、太鼓の部分が短い乳首の上まで、短いとかが関東で、乳首の下までが関西。で、こう、見切りのラインが遅かったりとか、細いのが関東で、太いのが関西だって言ってたけど、現在の日本だと、
あまりこの地域によっても変わりはないですね。それより、だから昔で言うと、麻布の二代目堀吉さんに影響を受けて、学をやってる人たちは、今でも怪盗堀がって言ってるけども、今はあまり細い人もいれば太い人もいるから、それだけではないと思いますね。で、自分のイメージだと、関西の人の方が、太いんだけど、太い分、潰していってから真っ黒から水までの間のあけぼのが、ぼかしのグラデーションですね。それがすごい綺麗なイメージがありますね。今それをできる人は、俺はあまり何人かしかいないですね。正直な話。だから手彫りやってる人はなんか昔から真っ黒から水までの中でのグラデーションをどこまで出せるかを競い合ってはないけど、みんな心の中にどこまでぼかせるか、綺麗にできるかっていうのを特訓してた気がしますね。でも最近の傾向で言うと、真っ黒とグレーだけで2色ぐらいのぼかしなんで、長い目で見ればいいのかもしれないですけどね。私は水ぼかしのところばっかり、先生のスタイルなんで水ぼかしのところばっかりをやってたけど、やっぱり10年ぐらい経つと一番薄い水ぼかしのところは消えてしまうので、2、3段階濃い色で終わるように最近はしてて。ですかね。それで、関東彫りの方がやっぱり昔の江戸のその着物とか斑点から出ると粋じゃねえなとか、なんかそういう名残が残ってたんだけども、今はそこまでこだわってないかもしれないですね。で、関西の方もどっちかというと繊細じゃなく大胆な感じでシンプルな構図が多いんだけど、なんかおどろおどろしい、わっと驚くようなちょっと怖いイメージの彫り物が昔は自分が若い頃はそう思ってましたけどね。最近はもうなんか太い見切りとアメリカントラディショナル的ななんかこう簡単なポップな可愛い絵が多いから、ちょっと俺のイメージとはもう変わってきちゃってるんだけど、で自分の場合は別に関東彫りって意識してるわけじゃなく、彫り帳スタイルをずっとやっていて、細くもなく太くもない感じはするんですけどね、その見切りに関しては。だから今の日本だともう流行りというか、そういうので細くなったり太くなったりしてる光景が多いので、ちょっと最近はもうちょっとあまりそういうのはなくなってきちゃってるかもしれないですね。色についてはこだわってるところっていうか、墨とシュと、うちはちょっと緑ですね。緑。で、茶色と黄色をちょっとずつ使うようなスタイルが多いかもしれませんね。で、やっぱり赤も真っ赤っていうのはあまり使わないで、ちょっとややオレンジ寄りのを使うようにしてて。で、どぎつい色があまり好きじゃないので、ちょっと色を落としてる感じですね。だからあまり明るい色は、ちょっと和彫りには合わないと思うので、墨が退化した時に、馴染んできて色あせた時に、今のカラーだけ綺麗に残っちゃってるとちょっと変なので、ちょっと弱めな色の作りをしてるかもしれないですね。で、スタイルに関しては、シンプルでもなく細かくでもないぐらいにしてますかね。
で、もうちょいここを細かくやりたいんだけどっていうところも、あえて抑えてる感じかもしれないですし、柄をごちゃごちゃ入れないようにとかも結構意識してるかもしれないですね。自分の場合は関東彫りとか関西彫りを意識はしてないですね。ずっと先生のスタイルを反復して練習してたので、それをちょっともうちょい大げさにやったりとか、ちょっともう細かくしたりとか、その時その時で変えたりしてやってます。そんで、だいたい額のラインとかも別に細いとか太いとかこだわりがなく、その人の体に合った太さとかにしてますね。例えば、太ってる人だったらちょっと気持ち太めにしたり、痩せてる人だったらちょっと細めにしたりとか、あとここの機械というか太鼓の部分も、例えばガリガリの人、痩せてる細い人がいれば、腕の長さとバランスで、ゴムであれば小さくするし、手首まで伸ばせば、ここの乳首の下までやるし、今度太ってる人はここが腫れてるので、ここが広いので、乳首の上でも広いから、ゴムだと変だよって、このラインが一緒だとかっこよくないので、七分を進めたりと。そうですね。そういうので、だいたい構成してます。それで、あとはやっぱり、額って言ったら、みんな背景って撮っていくと、どんどんリアルな波であったり、リアルな風、嵐、どんどんリアルになってしまうと、もうそれはちょっと風景になってしまうので、モチーフ、主題と体のバランスのフレームだと思っているので、そこに全部絵をちゃんと収めるようにしてますね。だからこのフレームから出ちゃうような絵の描き方とかはしないです。あと、日本の学でいいところは、やっぱりちゃんと勉強してれば、ここで切っても次につなげられる。ここで止めててもつなげられる。そういう風な、だいたい訓練を受けてれば簡単につなげられるので、ただ、丸書いて線引く。それにはちょっと、もう誰でもできる、ちょっと安い仕事かなとは思うんですけど、そういうのは頭に入れながら、だいたいやってますね。だから、将来のあなたのスタイルをお客さんから聞いて、次に行けるように、うちに来なくても僕が行っちゃっても、訓練している人だったら大体つなげられるように終わらしてますね。うちに来るお客さんは、自分っていうより、うちに来るお客さんは、大体背中が中心なので、日本の彫り物も背中からの展開になるので、大体背中が一番広い範囲、スペースだから、大体人物ですね。で、やっぱり、体小さい人であれば、もう人物だけを入れて大きく見せる人もいるし、生き物を絡めたいんであれば、ちょっと小さくなるよって言って、そうやって進めたりするんですけど、自分としては水古伝より日本の物語の武者絵の方が好きですかね。だから竜王丸とか、ああいうの好きですし、雲龍プロ好きです。やりたいものはないです。お客さんからこういうのがいいと言われて、じゃあ絵を描くねっつって、他の彫り師とは被らないように絵を作って、そのお題に答えて絵を描くって感じなので、その中で自分のやりたい形とかを表現してます。
あと、体に入るスペースって大体決まってるので、いっぱい掘っていくと、大体パターン化されてきますので、まあそれがいいのか悪いのか、よく言えばあのスタイルはうちだとか、毎回流行に合わせてこう変わっちゃうよりかはそっちの方がいいと思いますね。そうですね。水湖伝の作品は、まあいっぱいありますけど、みんな好きなのは、やっぱり二重彫り、入れ墨の中に入れ墨が入っている。彫り物してる人物が彫り物入っている。先生なんかよく贅沢彫りって言ってたんだけど、だからそれが入れたいっていう人がいるので、じゃあ水湖伝でこういうのがありますよ。ってなって、やっぱり雲龍だったり、長春だったり、花王章がやっぱり人気ありますよね。で、まあ、なんか嬉しいことに迫力があるもんから、これがいいですっつってオーダーがします。で、自分の場合、二重彫りのスタイルを実際の体にでちゃんと入れる額の方向とかを気にして、彫物の中の人物も、こう砂利ぼかしとかではなく、ちゃんとラインを引いて、方向も、こっちだったらこのラインをちゃんと、本物の人物と一緒のように入れるように考えてますね。まあ先生の入れ墨何も知らなかったので、まあ、一番の先生のスタイルをずっと見て、載ってるものは全部本を見てたんだけど、まあ弟子になって先生の絵を真似して描きながらも、だいたいベースにあるのが国吉なんで、最初はだいたいみんな国吉を見ますね。だからその時は浮世絵自体が欲しいとかじゃなく、これ下絵に使えるかなとか、織物に使えるかなみたいな感じで浮世絵の本を見て漁って、そんでそのモチーフのなるものや形を勉強しましたね。だからその浮世絵の絵自体をそのまま使うんじゃなくて、まあそこからこうヒントを得てやってて、その後まあ教材とかの浮世絵じゃなくて肉筆画の方を掛け軸ですね。だから掛け軸の方のちょっと迫力あるので、そっちの方の影響されたかな。今はもう大体こう一周してそういう作品を大体見ているので、それを自分の中でどう消化していくかっていう感じですね。まあお客さんとは最初来て、自分の場合は本来もう今日の挨拶だけしても今日の来る予定をちょっと言ってもうすぐ始めますね。最初にいろいろ話してしまうと、痛みとか緊張に平気な人は全然平気なんだけど、やっぱり毎回緊張して気張ってくるお客さんがいるから、最初にちょっと喋ってしまうと気が緩んで2時間持たない人もいるので、もう最初の挨拶以外はもう無言です。そんで最後にちょっと話す感じですかね。でまあ上振りの場合はもう1対1のこの空間でね、もう何年も続けてこう通っていくようで、まあどんどん信頼関係は出てきますし、そういうのが守れない人はやっぱり来なくなりますし、で仲良くなる人もいれば、本当に終わってもう何にもない人もいますし、先生からよく言われてたのは、掘ってる間、完成するまではお客さんとは友達にならない方がいいと。そうするとこう曖昧な
なあなあっていうの、わかるかな、なあなあになった関係になっちゃったりしちゃうので、終わってから、じゃあ友達になりましょうっつって、まあ一緒に飲んだり、いろいろ会に集まりに呼んだり、続いている人もいれば、もうそれで名前を覚って縁が切れてしまうっていうパターンもありますね。弟子はもう昔から取ってないですけど、まあ条件っていうか、まあ先生と私の作品を真似たいとか、勉強したいとか、同じように来れるようになりたいとか、まあそういう、まあ堀町マニアっつったらあれだけど、そんぐらいがないと多分続かないし、そういうのも出てこないのよね。最近の若い子とか、まあ世界の人たちのはどうか知らないけど、ちょっと日本の師弟関係、弟子とかって、まあ会社とかスクールとちょっと違うので、弟子になったら逆に絵も最初は見てもらえないし、掃除とか周りのことばかりだから、最近の子は特に続かないかもしれないですね。だからちょっと嫌なこととかもあったりするんだけど、やっぱり、まだ掘れないの、まだ掘らせてもらえないのじゃなくて、もう最近の子はじれちゃうっていうのは、まあ、ちょっと忍耐がちょっとないので、多分続かないと思うんですよね。だからそういう同じような作品をとか、この織物を継いでいきたいとか、強いことがないと多分そういう辛い時に頑張れないと思うんですよね。だから、昔はまあ連絡先を公開してたので、月に3人ぐらい来てたけど、まあ、弟子にしないで絵とか見ててあげてても、この俺からすら絵の OK をもらえないで、もう持ってこないくなっちゃったりとかね。もう弟子にしてくれないんですかとか、その言葉だけ欲しい人とかが多すぎるよね。そのまま見てもらってチェックしてもらってた方が、その人のためにはいいんだろうけど、それさえもできないから多分、続かないんじゃないかなっていう感じはするんだけど。まあそんな特別厳しいわけでもないんだけど、そうですね。だから、やっぱり、こう、判断、この子は続くからとか見てるうちに大体、まあ、いなくなっちゃうからね。それだったら最初から取んなくてよかったってなるし。まあ、今後は取る予定はないけどね。そういう骨のある人が来れば、徐々に教えていきたいとは思うけど、まあ自分もまだ勉強中ですからね。修行中みたいなもんなんで、人様に教えるほど人間がなってないかもしれないから、まあわかんないですね。まあこれで言った予定はないですけど、まあずーっと多分体が動かなくなるまでは、このスタイルで掘り続けてるんじゃないかなって思うし、自分の場合はなんかアクションして有名になりたいとかそういうのがないので、アクションばっかり起こしてる人よりかは、技術を磨いて勉強してる方が俺はいいので、多分このスタイルでずっとやってるんじゃないですかね。で、まあ、うちに来てくれたお客さんのためだけに技術を振るうというか。で、なんかね、自分と同じ彫り物に対して作風とかスタイルが共感できる人とね、出会えばまたそれで何かが始まるのかもしれないし、そんな感じで多分ずっと同じことの繰り返しですね。
じゃあ今回は遠いとこから来ていただきありがとうございました。最後に。まあお話はちょっと下手ですけど、まあちょっとインスタとかやってるので私の作品を見れると思うんですけど、まあそれで日本の織物の中の一つだと思っていただいて、見てもらって、まあなんか感じてもらえればいいかなって思います。ありがとうございました。